今日は豆乳で作るカッテージチーズです。牛乳ではもう過去に何回も作ってるし、牛乳を温めたものにヨーグルトを加えてヨーグルトで分離させるっていうのもやってるし、でそこで結構豆乳で作れますかっていう質問いただいたりとか、その質問に対して豆乳でもできますよってコメントをね、別の方が返信してくださってたりとかするんで、今回動画としても出しとこうと思って、これレシピの中で豆乳を使った時に僕も豆乳の消費というかね、急いで使わなきゃいけないんで、開けてからそのカッテージチーズにして消化するっていうこともあったので、裏でやってた時、もともと作ってたというか事前の知識の中では、無調整豆乳はポロポロっとなって、調整豆乳だといろいろ入ってるんで、その影響で固まりすぎず柔らかくなるんだろうなって思ってたんですけど、ちょっと実際ね、温度が結構重要というか、どっちしろできるんですけど、温度を低めにしてじっくり分離させると、調整豆乳とね、無調整豆乳でそんなに滑らかさに違いが出ない、ボソボソした感じじゃなくて柔らかくなるっていうのが分かったので、そこを中心とした動画にしようかなということでやってます。本来はスタートの時は無調整だとボソボソっとして、調整だと滑らかだよっていう、でもしこれを滑らかにしたかったらミキサーとかでやろうねっていう感じにするつもりだったんですけど、実際はミキサーなくても塗れるぐらい滑らかで濃厚な感じにできるので、そこをね移してみました。こういうタイプはトマトにのせたりとかサラダにのせたりとかっていうのが結構定番で、そういう感じがいいかなと。こっちみたいに柔らかくできたのであれば、パンに塗ったりとかするといいかなと思います。で、温度今回は見せた方が分かりやすいかなと思ったので、温度計見せたりとかしながらだいたいこれぐらいで入れましたとかやってましたけど、実際別に温度でしっかり測んなくても、全然できるんで作れるんで、必須ではないです。レモン汁とか酢とか入れて分離しなかったら、ちょっと温度上げると分離しやすくなります。ただ温度上げすぎちゃうとボソボソっとした感じになるんで、レモン汁とか入れた時に混ぜたところに豆乳のね固まったのがちょっとヘラにくっついてくるとかだったら、もう火止めちゃっていいかなという気はします。そこだとじっくり待ってれば分離してくるんで。で、逆に調整豆乳の場合は、そんなに温度気にせず結構上げちゃっても柔らかくなりますね。油だったりとか砂糖だったりとかで味調整してあったりとか、いろいろ成分入ってるんで、その単純にタンパク質だけじゃないっていうところで柔らかくなるのかなと思ってます。水切り具合も取ってすぐなんで、絞りきれなくてちょっとまだ水っぽさあるんですけど、全然そのまま水っぽいままでもいいですし、もっと絞ってもいいんですけど、水絞れば絞るほど柔らかくできても、ちょっとボソボソというか粉っぽいというかね、タンパク質なんでちょっとね粉っぽさというかそういうのはあるんで、水切りすぎるよりはちょっと手前ぐらいがいいのかなと思います。で、調整豆乳に関しては今回使わなかったんですけど、このすごい大豆でも作れました。ただ調整豆乳のメーカーとかによってはもしかしたらできないのもあるかもしれないんで、一応今回はキッコーマンのよくある調整豆乳とすごい大豆では一応作れたということはメモとして残しておきたいと思います。大丈夫だとは思うんですけど、ケースが出てくるかもしれない。で、その使う豆乳の味っていうのがかなり残るんで、例えばすごい大豆で作るのかキッコーマンの豆乳で作るのかによって、特に調整豆乳は味かなり違いますね。びっくりするほど違うんで、好きな豆乳で作るのがいいかなと思います。これは無調整豆乳のしっかり水切った版ですね。もう水っぽさはそんなになくて、ちょっとポソポソっとしてるように見えるかもしれませんが、滑らかです。ボソボソっとしたものをミキサーにかけたみたいな感じに近いような食感。やっぱ水めちゃくちゃ切ってるんで、ちょっとねボソボソというか繊維感というか、繊維感っていうと良くないな、あえて言うなら粉っぽさみたいなのがちょっとありますが、滑らかでいい感じで、こっちも同じくしっかり水を切った調整豆乳版なんですけど、しっかり水を切ってもやっぱり滑らかですね。油入ってたりとか砂糖入ってたりとかするんで、水を切っても滑らかです。で、ほんのり甘い。うま。調整豆乳で作った方がうま。調整豆乳の方は舌触りもすごい滑らかで濃厚、まったりしたような、よりクリームチーズとか水切りヨーグルトとかに近いような気がします。濃厚。分離させるのに酢を使うのかレモンを使うのかっていうのでも味は変わります。で、柔らかくさせる場合、多分水の切れ具合がこっちよりも良くない影響だと思うんですけど、結構ね味残るんですよね。レモン汁の酸味とかで、個人的にはやっぱ酢の香りが残ると若干食べにくさあるなと思ったんで、僕はレモン汁の方がいいと思います。よりフルーティーでさっぱりとしてて、なんかレモンチーズみたいな感じで美味しくて、僕はレモンの方がいいかなと思いますが、全然酢でもできますし、そこはお好みかなという感じです。僕はもうカッテージチーズ本当に大好きで、今も冷蔵庫にね市販のやつ常備させてあったりとか、毎日パンに塗って食べたりとかしてるんで、これも手作りなんで早めに消化しなきゃいけないんですけど、
パンに塗ったりしながら食べようかなと思います。そんな感じでした。